はい、こんにちは。ザオリクニットニットです。今回は、コイル編みのモチーフをつなげたやり方をやっていこうと思います。ね、以前編んだコイル編みの動画ではつなげ方まではやってなかったのを思い出しまして、というかコメントでいただきましてすいませんでした。これ以前編んだやつですね、白いやつ。では今回は、適当にあったアトリエにあった毛糸3つ使ってまずはコイル編みからやっていこうかなと思っております。毛糸のね、毛糸がほら見つかんないのよ。端っこから出して、そうでまずは輪から始めていきたいと思います。人差し指にくるくる2回巻いて持ち替えて輪の中にかぎ針を通します。そこから立ち上がり3目つけます。でそこから毛糸をくるくるくるっと8回ほど巻いて引き抜きます。シュッとほいほいでかぎ針2本かかっているのをまた引き抜いて、またかぎ針に8回ほど巻いて輪に入れ引き抜いてそのまま引き抜きます。で2個かかってるので引き抜く、これの動作を繰り返して多分これで8目コイル編みを編んだと思うんですけど、どうですかね。ここ全然飛ばしてもらって構わないです。以前の動画のコイル編みモチーフを編んでみようというのが私の YouTube にも上がっておりますので、他の方もたくさん上げているのでそれを見て全然編んでもらっても構いません。ここ全然もうほんと飛ばしてもらった方がいいかもしれません。なんか毛糸シャバシャバなってますね。やるよね。シャバシャバになる毛糸さ、ほんとさ編みにくい毎回。だからあまりね、私も編みにくい皆さんね、編みやすい毛糸と編みにくい毛糸たくさんあると思うんですけどね、これねシャバシャバになる時ほんとイラッとする。本当にもうこれどうにかならんもんかなっていつも思う。あと冬場とかさ乾燥するじゃないですか、手がね。そしたらさ手が荒れてるとさそこに引っかかったりもするわけよ。ほら待ってみてごらん。何目編んだか忘れたからこれほどいてます今。はい、何回編んだ。はい、12345ほら間違え2345678目じゃない8回くるくるしました。で引き抜いてこの繰り返しですよね、こういうのはね。でもこの引き抜く動作がもう一発でいければものすごいコイル編みってなんでしょうね、編んでてもすっきりするし自分が一番得意な編み方になってくると思います。私好きなんですよ、コイル編み。全然ノンストレスで編めるので、皆さんもぜひちょっとこれもコツをね掴んでいただいて、よく皆さんのは昔ワークショップとかやってる時にどうやったらコイル編みを上手にできるんですかってよく聞かれるんですけども、これね鍛錬ですね。1日8時間ぐらいずっと私編んでるので、もうコイル編み編む時はもうずっともう本当に何十時間編んでても飽きないので、それぐらいもう皆さん鍛錬とあともう根性で練習をするのみです。で今縛りました。輪を縛って最後の糸をキュッと引っ張って、で糸端はもうねいらないので切っちゃいます。はい、ここをこう持って、奥からパッチン、パチッ切れました。こいついりませんもん。さようならで最後はどこに編みを閉じるかというと、立ち上がり3目のとこ、3目の鍵穴にこれね見えにくいんですけど一番奥1目123ここです。ここにかぎ針を入れていただき引き抜きます。引き抜いて、これで OK です。でこれで20センチから30センチぐらい糸端を残して完成です。でこの工程あと3つぐらいちょっと今回作ってそのつなぎ方をやっていこうと思うんで、ほんと全然こっから2倍速にしていこうかなと思います。今回もう一回緑色ね、これほら見て出たよ。どこ出ない。これは後ろからこれじゃない。糸端どこ糸端はどこにあんのこれ。
あ、ちょっと待って、ありました。はい、これ糸端出ました。なのでここからもう1個緑色で編んでいきます。で今回この緑の方がピンクよりもちょっと細いんですよ。それ気にせずかぎ針の号数は変えないつもりなので、もうそうしたら多分8目だと、ね、8目というか8回かぎ針にくるくる巻きつけたらちょっと1サイズか2サイズぐらいちっちゃくなる気がする。23456ほらシャバシャバって何歩3456788いった8いったわからん。これで一回引き抜いてみますね。やっぱサイズやっぱ8とかじゃあちょっとちっちゃいので12345678910でいきましょうね。今回は緑、ちょっと細いやつは緑で、緑じゃないちょっと細いやつは10目でサイズをね合わせていこうと思う。全然でもちっちゃいコイル編みと大きいもコイル編み合わせても全然ね可愛いんですけど、今回ちょっと分かりやすいようにサイズをね合わせていきたいんで、はい、編んでいこうと思います。これも10目ぐらいコイル編み入れていきます。輪の中に。でここから2倍すくいきます。はい、これで一つコイル編み緑のやつできました。はい、ちょっと大きさ違うけどそこ気にしないで次青い糸でも編んでいきます。なので再度倍速しようかな。その前に中から糸を取りたい。お待って、今回いったんじゃないの？いったんじゃない？ほら来た。ほら来た。来た。これ1回で取れるとねほんと嬉しい。もうガッて中身出てくる時ほんと腹立つ。はい、これも輪にして立ち上がり3目でコイル編み。これもピンクの糸と大体同じ太さなんでこっち8目で編んでいきます。それでは倍速。はい、これで青い方もできたんで中の輪の出てる端糸をね切ってパチンと切りまして、でまた最初の立ち上がりの3目のとこにかぎ針の頭を入れて、はい入れます。入れて引き抜いて糸端30センチぐらい残してカット。はい、これで3つ赤と緑と青とできました。待って、なんかちょっと白いのでも見た団子みたいな色味が。そんなことは気にせず、それではとじ針ね、ちょっと太めの糸が入るぐらいのとじ針でほくろあり、手に傷もあります。はい、まずはじゃあピンク、1個目最初スタートのやつは糸端をまず処理していこうかなと思います。処理って言っても多分皆さんねご存知の適当に後ろに毛糸をね入れて隠していこうと思います。これ最初最初引き抜いたところの次の目、私だいたい一番最初の目の方のところに入れてシュッと入れて後ろに隠していきます。表にね毛糸が出ないように閉じる方のこの端の糸がね出ないようにしていきます。これね最初の方って本当結んだりする人がいて、結ぶと取れるんだよって話をするとねってなるんですけど、これで閉じて、はい
隠して、糸端パッチン切りますよ。さあでこれ1個ね丸いモチーフ1つコイル編みできてできました。こいつを緑くっつけます。団子みたいな色だな本当に。はい、これも閉じ針シュッと入れて、さあこれもまず1個目のコイル編み、ね、できてるとこ1個目の上に入れちゃいます私は。はい入れました。でここでどうくっつけるか、ピンクの方の目、適当にどこでもいいんでここね、お互いに目同士が合わさる手前のとこ入れます。こうシュッ入れて下から入れ、そしてまた上から緑を取りそしてピンク入れる。また隣の目緑取り向かい側のピンクのところに入れる具、ちょっとでも2回ぐらい具ぐっと入れました。くっついた。でこれでまた次青を閉じたいんですけど、こいつはもうここでまた緑の方に隠します。これも隠して、バンバンも隠していこう。もう嫌なことはどんどん隠していきましょう。よいしょ。よいしょ。どうだ、いけた。いけました。これでここももういらない。切ります。これ2個ピンクと緑くっつきました。これがどんどんくっつけていっちゃえばね大きくなるので、次これの最後じゃあ3つ目はどこにくっつけるんだとね思うね。とりあえずこれ入れます。入れてでこれも同じように一面のとこ入れて、でここだいたい三角形になるぐらいのとこ入れます。最初2個目を取ったんで、これも同じようにお互いの目を2個ずつ取ろうかなと思ってます。なので最初にピンクを取り青の方に行く。でもう一回同じ目にね2回ほどやります。よいしょ。どっこいせ。これも取ります。で次の青いの方に行きますよね。で青を通ってよいしょ。青い方もここ目の数別に私いつも気にしてないんですよ。この目数合わないんだけどと思っても、そこはあんま気にしなくてもいいと思います。そこ気にしてたらもう編めなくなっちゃうんで、2個ずつね入れて、ほらお互い取ったら綺麗にこれくっついた。くっつきました。あとは同じ色のモチーフのところで隠します。よいしょ。いいよ。もうちょい隠して取れないように。よいしょよいしょ。よ。どこに隠すんですかって言われてももう表に出なければいいかなと思ってるんで私。これでモチーフくっつきました。でこれでもうどんどんもういっぱいこのモチーフを編んで編んでて、途中これは穴途中わざと開けてるんですけど、こうつなげていくと大きくなっていくので楽しくなっていきます。自分だけのモチーフコイル編みモチーフ作っていろいろつなげていってみてください。今回はコイル編みをつなげてみる動画となります。それではまた。